皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本で開発された薬、アビガン。このアビガンの活躍の場が世界に広がろうとしているというニュースをお届けします。アビガンはもともと日本では新型インフルエンザに対する治療薬として開発されました。この薬はウイルスが増殖することを抑えることが効果として期待されています。ウイルスが増殖するのを抑えるわけですから、その間に免疫力によって体の症状が良くなっていく。そして最終的には治癒するという流れになっていきます。開発された当初はインフルエンザに対するものでしたが、今回はこの増殖を抑えるという効果が新型コロナウイルスに対しても有効ではないかというのが期待されているのです。というわけで今回のニュースはこちら。ドイツがアビガンの大量購入というものを決定しました。また日本はアビガンを多くの国々に無償提供することによって臨床試験をもっと加速させようとしています。新型コロナウイルスに対する治験が終わっていないにもかかわらず、大量購入を決めたドイツの状況などについても少し触れていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。ドイツ政府がアビガン購入決定。数百万錠を重症者に投与。ドイツ保健省は2日、同国政府が新型コロナウイルス感染症の治療薬として、日本で開発されたインフルエンザ薬、アビガンの購入手続きに入ると明らかにした。ドイツメディアによると、数百万錠単位になるとみられ、重症者に投与する方針という。ドイツの専門家は治療効果が期待できると述べた。アビガンは富士フィルム傘下の製薬会社、富士フィルム富山化学が開発した。中国の研究で肺炎患者の症状が改善したなどの報告があり、日本でも臨床試験が進んでいる。報道によると、死者が激増するイタリア北部、ロンバルディア州などでも臨床試験が行われているほか、インドネシア政府も多数を発注した。アビガンの活用の場というものは広がろうとしています。アビガン20カ国に無償供与へ。新型コロナウイルスの治療薬として効果が期待されるアビガンについて、茂木外務大臣は国際機関を通じて20カ国に無償で供与すると発表しました。アビガンは日本の製薬会社が開発したインフルエンザ治療薬ですが、新型コロナウイルスの治療薬としても効果が期待されていて、日本政府は希望する国には無償で供与する方針です。国連の機関を通じて、インドネシアやミャンマー、チェコ、イランなど合わせて20カ国に無償で供与すると発表。このほか、およそ30カ国と供与に向けた調整を進めているということです。ドイツが購入を急いでいる理由というのは、新型コロナウイルスによる悪影響というものが拡大しているからです。ドイツの新型コロナ感染者数10万人突破。ドイツで新型コロナウイルスの感染者数と死者数が増加した。欧州最大の経済規模を持つ同国での休業と輸送制限は4週目に入った。ジョンズ・ホプキンス大学のデータによると、ドイツの感染者数は計10万123人と、欧州ではスペインとイタリアに次いで3番目に多い。この24時間で4031人増えた。死者数は6日に140人増えて1584人。ドイツの新型コロナ死亡率は現在 1.58% とイタリアとスペインを大幅に下回ってはいるものの、ここ数日は上昇傾向にある。ドイツ政府当局者は最悪期が訪れるのはまだ先と警告しており、感染件数を減らすことが極めて重要だと語った。新型コロナウイルスに対する治療薬として、今ある薬の中から探すとしたら一体どれだろうかというのは、世界各国で試されていますが、決定打となるようなものはまだありません。このアビガンにしても、中国における臨床試験においては結果が出たというわけですが、日本における臨床試験の途中経過などはまだ一切報道が出ていません。ですから、効いているのか効いていないのか、まだまだわからない状態です。にもかかわらず、ドイツがこれだけ大量の発注をしたというのは、それだけドイツの状況がだんだんと悪化しているからでしょう。ドイツは EU の中における勝ち組です。医療体制や医師や看護師の数などにおいても、他の EU の国々よりもはるかに余裕のある体制があります。ドイツにおける感染者数というものが増加しているのですが、これ自体は検査を広範に行っているからです。私は前から言っているのですが、検査を幅広くやるためには、その後ろとなる受け入れ体制が充実していなければなりません。でなければ陽性と判定された人々をどうするのかといった問題があるからです。
受け入れ体制が整っていないにもかかわらず検査を大きく広げてしまえば、それはその後ろにある医療機関の崩壊といったものを招きます。ドイツの場合はこの事情が少し違っていて、検査を大量に行うと同時にそれを受け入れるだけの余裕がありました。ですからこれまではイタリアやスペインよりもはるかに低い致死率で保たれていたのです。しかしこの3つ目の記事で指摘されているように、余裕があるからといってそれが永遠に続くというわけではありません。感染者数というものが増加していく。それに伴って重症化する人の数、その総数それ自体が上がっていけば、どうしても医療の現場にかかる負担というものはどんどんと増していきます。ですから死亡者数についても上がらざるを得ないのです。だからこそドイツは治験用の量ではなく、もう一般的な治療薬として大量に使おうということを決めたのでしょう。ただしこのニュースで気になるのは、果たして日本に発注したのかどうかという点です。このアビガンは日本で開発されたものですが、残念ながら中国においても同じ薬が作られています。これは中国においてはこのアビガンの主成分となるものが物質特許といって、その特許が切れているために後発薬、ジェネリック医薬品としてファビピラビルという名前で作られているからです。また中国とドイツの関係というものをも注意しなければなりません。ヨーロッパにおいてはイタリアが一帯一路構想の中に参加しているのに加えて、ドイツも中国と非常に親密な関係を築いてきました。ドイツにとって中国というのは高級車を売り込み先としては非常に良い市場でしたし、一方で安い製品を作って自国に輸入するというこの相互関係にとっては非常に相性が良かったためです。そのためドイツにおいては日本よりも中国の方が好意的な国として報道されることが多いといったそういった背景もあります。ですから今回のアビガンについてももしかしたらジェネリック医薬品としてのファビピラビルをドイツは中国メーカーに発注した可能性があります。その点についてこの記事が触れていないというのも少し私は残念なところです。気がかりついでに言えば中国メーカーの作っているアビガンのジェネリック医薬品ファビピラビルについて言えば製造特許というものは中国において切れていません。ですから日本製のアビガンと中国製のファビピラビルは完全なコピー品ではありません。ですから中国製の薬で後で問題になったとしてもその風評被害といったものが日本に被らないかというのが非常に大きな心配になるのです。なおアビガンについての臨床試験は日本においても進んでいるところですが、すでに日本政府は増産というものを決定しています。なぜ増産する必要があるかといえば、それはインフルエンザに対して使う時の量とこの新型コロナウイルスに対して使う時の量というものが違うのだそうです。そのため新型インフルエンザ対応のための200万人分というものに加えてさらに量産する必要があるというのです。また中国と違って日本においてはこの臨床試験というものを慎重に進めていかなければなりません。中国においては人権軽視な部分があるので、効くかどうかわからない、副作用がどうなるかわからない、でも使えといったことが非常に早く進むことができました。一方で日本においては副作用問題については非常に厳密に見なければなりません。ですから日本においても治験以外の場においてアビガンをすぐ使おうといった動きがなかなか起こらないのは、これがまたもどかしいところです。特に関東圏においては感染者の増加といったものが見られます。感染者のその総数が増えてくれば、自然と重症化する人の総数というものも連動して増えてきます。ですから、重症化しそうだなという人には、もっともっと事前の説明を尽くした上で、アビガンについて使えますか使えませんかといった承諾を取った上で、どんどんと投与する方向に私は進んでほしいと思います。アビガンには副作用として再帰性といった問題があります。それは生まれてくる赤ちゃんに対して奇形などが生じるという懸念があります。しかし、今回の病気について言えば、高齢者の方がリスクが非常に高いものがあります。そのため、高齢者の人たちに対して、このアビガンには副作用があります。赤ちゃんのことがね、ということを話したとしても、大丈夫、その点については問題ないと答える人の方が多いのではないでしょうか。ですから、副作用問題というものはあるのですが、少なくとも高齢者の人たちに対しては説明をしっかりと尽くせば、まだ治験が終わっていない段階においてもアビガンを投与するといった非常措置というものも日本において検討すべきではないでしょうか。少なくともアビガンにはウイルスの増殖を抑えるというその機能は論理的に言えば新型コロナウイルスに対しても有効なはずです。この効果が認められて世界で使用されるようになれば多くの人々の命を救うことができるでしょう。世界各国での臨床試験というものが進み、効果といったものが早く認められることを私は祈っています。
皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。